人組がハートビートをギュンギュン揺らしてエモーションをさらけ出す特別番組が放送ですわ。その名もイエスキャンプパーティー。イエーイパーティーということで、私たち5人が2泊3日の手作りキャンプに挑戦しちゃいます。やりたいことをいっぱいやっちゃうパーティーみたいなキャンプなんです。テレビの前の皆さんも一緒に楽しみましょう。絶対見てください。ニナたちとの約束でございますよ。キャンプパーティー楽しみだな。カオルたちが企画も考えるんだよね。どんなキャンプになるのか少し心配もありますけれど、楽しいものにしたいですわ。まずはいろいろ準備をしないとですよね。スケジュールを決めたり、持ち物を用意したり。じゃあ今回もまずはリーダーから決めようよ。はい、今回のキャンプのリーダーに立候補する人。ニナやりてえでございます。ニナちゃん、前にもリーダーやりたいって言ってたもんね。はい、ちえちゃんを見てリーダーの気持ちにもなったです。今度は気持ちになるだけじゃなくて、本当のリーダーになっていっぱいお仕事してですよ。カオル応援するよ。みんなでニナちゃんを助けようよ。ミリアも応援する。私も異論はありませんわ。はい、知恵もニナちゃんならできると思います。プロデューサーさん、いいですか？やったー！ニナがリーダーだ！じゃあ早速どんなキャンプにするか決めるです。ニナは立派なリーダーでございますから、メンバーのみんなにアンケートを取るですよ。いいですか、プロデューサー？じゃあ後で紙を配るです。みんなのやりたいことをいっぱい書いてください。わかった。なーに書こっかな。みんなと一緒なら何でもできちゃいそうだね。そうですね。この5人なら困ったことがあってもきっと大丈夫です。知恵も頑張ります。私たちのキャンプだもん。絶対楽しいはずだよ。みんなでいっぱい盛り上がっちゃおう。そうですわね。それではリーダーのニナさん、そろそろ気合の入る掛け声をお願いしますわ。わかったですよ。みんな楽しいキャンプパーティーへレッツゴー！ここがキャンプ地ですのね。澄んだ空気が心地いいですわ。こんなところへ来たのは初めて。ほんと、木々も草も自然たっぷりで。ママカちゃん、足元。虫？おーい、虫さん、
ちょっとあっち行ってください。バイバイ。ニナさん、ありがとうございます。私ったら大きな声を出してはしたない。どういたしまして。ここからはニナが先に行きますから安心してください。リーダーですからね。川に着いただー。確かに川ですわね。ここでももかちゃんがやりたかったことを発表してもらうですよ。どうぞ。ここで私は美しい自然と触れ合いたいと思いましたの。そういう経験があまりないものですから。みんなのやりたいことを思いっきりやる、それがこのキャンプパーティーでございます。だから一つ目のパーティーでございます。今日はここで美しい自然と触れ合いながらご飯を作ってみんなで食べるんだ。キャンプっぽくっていいですね。川べりでディナーだなんて素敵ですわ。お食事はプロデューサー様が用意してくださるのかしら。それともシェフがいらして。用意してもらったら手作りキャンプにならねえですよ。材料なら目の前にいっぱいいるでございます。目の前って川しかありませんわよ。川？もしかしてちょっと千恵さん、突然川の中を覗き込んでいかがしましたの？この川、お魚さんがいっぱい泳いでます。ニナちゃんの言う材料ってこのお魚さん？ちえちゃん、大当たりでございます。みんなでお魚のつかみ取りをして晩ご飯にするですよ。つかみ取りなんてそんなことできまして？鮭を取る熊の気持ちになるですよ。その気持ちになればきっと取れるでございます。さあ川へ入るですよ。熊の気持ち、そんな気持ちだけで川に入るなんて。いいからニナに続くでございます。熊の気持ちで川千恵さんまでそんな。確かに自然との触れ合いかもしれませんけど、川に裸足で素手でお魚を。ああ、逃げたなー。冷たい。待ってー。プロデューサー様、見抜かれていましたわね。ごめんなさい。私も行ってまいります。私もお魚を取ってプロデューサー様にも美味しいお魚料理を振る舞わなければなりませんものね。だからはしたないなんて思わないでくださいね。ガオー。やったー。ももかちゃんも熊の気持ちになったですよ。一緒に熊パワーで頑張ろう。
このモモカにできないことはありません。ピチピチのお魚取りますわよ。モモカちゃん惜しい。知恵と一緒に追いかけましょう。お魚さんあっちに逃げました。私たちからは逃げられませんわよ。取れましたわ。やったー。でもビチビチ動いて、早く受け取ってください、プロデューサー様。じゃじゃん。今私たちは夜の廃校に来ています。私赤城ミリアのやりたいことは、そう肝試し。そんなわけで今からカオルちゃんとモモカちゃんとこの夜の廃校に行ってみたいと思います。カメラもちゃんとついてきてね。ミリアちゃん本当に肝試しするの？カオル怖いよ。私もこういうものは決して得意では。大丈夫大丈夫、みんなで行けば怖くないよ。はい、手をつないで。じゃあ肝試しパーティー行ってきまーす。夜の学校ってこんな感じなんだ。昼間と全然違うね。ミリアさんはどうしてこの状況でそんなに楽しそうなんですの？どんどん突き進んで怖くはないのかしら。何か飛び出してきそうだよね。お化けとか？あれ、ミリアちゃん？先ほどまでそこにいらしたのに。ミリアさん？もしかしてお化けに連れ去られて。うわー！お化けじゃないよ、ミリアだよ。心臓が。なんとかロッジに帰ってこれた。よかった。楽しかったね、夜の学校。肝試しがしたいと言いながら試されたのは私とカオルさんではありませんこと？でもカオル、だんだん楽しくなってきて最後は全然怖くなかったよ。ももかちゃんも楽しくなかった？それはお二人が手を引いてくださいましたしね。怖かったですけれど確かに楽しかったですわ。よかった。肝試しってみんなとやってみたかったんだ。だってすっごいドキドキできるもんね。今日はミリアのしたいことに付き合ってくれてありがとう。どういたしまして。はしゃいでいたらもうこんな時間ですわ。皆さんそろそろ寝る支度をしませんと。明日も早起きですわよね。カオルもうちょっと遊びたいな。ミリアも。夜更かしはいけませんと普段でしたら言うところですけれど。こんなにも楽しい一日が終わってしまうのは少し名残惜しいですわね。だから今夜だけはもうちょっと遊びましょうか。
して遊ぶ？トランプ？お絵かき？どっちもやろうよ。最初はトランプから。大富豪やろう、大富豪。大富豪？なんですのそれは。教えてあげる。あのねカオルさん、カオルさん、カオル、ももかちゃんよりお金持ちだよ。そうですわね。カオルさん、お着替えをしてもう寝ましょう。遊ぶのはおしまいにしてね。うん、そうだね。カオル、眠たい。おやすみなさい。おやすみなさい、カオルさん。プロデューサーちゃまもありがとうございます。ちえさんもりなさんももうお休みになったみたい。ミリアさん、私たちもそろそろ寝る準備をしませんこと？うん。でもパジャマに着替えたらあれやりたくなっちゃうな。あれとは？お泊まりでパジャマといえばあれだよ。じゃーん、パジャマパーティー。もうちょっとお話ししようよ、ももかちゃん。こういう時は好きな人のお話とか。好きな人？そんな人いるなんてことは。じゃあ好きなタイプ教えて。もう人に物を尋ねるときは自分からですわよ。ミリアさんが教えてくださるのなら私も。でも絶対に内緒にしてくださる？二人の内緒楽しいパジャマパーティーはまだまだ続くよ。お昼ご飯作り始めるよー。カオルはね、おにぎり以外の料理を作れるようになりたいんだ。だから今日はカオルの作ったお昼ご飯をみんなに食べてもらうの。けどいきなり一人だと心配だから二人にお手伝いしてもらうよ。二人ともよろしくね。はーい、カオルちゃんのチャレンジをお手伝いします。赤木ミリアと佐々木千恵です。よろしくお願いします。二人ともよろしくお願いします。はい、今日は食材もたくさん用意されているんですよ。スタッフさんが事前にメンバーの希望を聞いて用意してくれたんです。この食材を全部使ってカオルちゃんにおいしいお昼ご飯を作ってもらいます。ちなみにミリアはお肉のお料理をリクエストしたよ。チエはお魚を用意してもらいました。カオルちゃんは何にしたんですか？カオルはね、ご飯カオルちゃんらしいね。ここでニナちゃんとモモカちゃんがどんな食材を用意してもらったのかも見てみましょう。チョコレートがあるよ。おいしそう。ニナちゃん、チョコレートをリクエストしたんだね。ご飯にチョコってどういう料理になるんだろう。こっちのお野菜はモモカちゃんからのリクエストでアーティチョークっていうらしいです。チエ、初めて見ました。小さいキャベツみたい。私も初めて見た。変なの。瓶に詰まってるけど
どうやって食べるんだろうね。わからないです。この食材全部を使って献立にするんですよね。何料理にしたらいいのかな。あ、わかった。カレーにしたら何でも美味しいってママが言ってたよ。そっか、カレー味なら美味しくできるかも。カレーならご飯も食べられるしバッチリです。じゃあみんなでやってみよう。お料理パーティー始め。ご飯を炊く準備はできました。あとはカレーを作るだけです。まずはお肉とお魚かな。かおるちゃんどうする？ドーンって切るの。それからグツグツしまー。材料は全部使わないといけないんだよね。かおるちゃん、チョコレートはどうしよっか。入れちゃおう。チョコはちょこっと。わあ、そのままお鍋に。あ、アーティなんとか入れ忘れてた。入れちゃえ。アーティチョーク。それって丸々全部食べられるのかな。わかんないけどきっと大丈夫だよ。グッツ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 グツ。じゃじゃーん、カレーライスできたよ。見た目は普通のカレーライスですね。ちょっとアーティチョークがゴロッとしてるくらいで、心配なのはお味かな。いろいろ入れちゃったもんね。一応お肉にお魚にお野菜に隠し味のチョコだから大丈夫だと思うんだけど。あら、いい香りですわね。皆さんお疲れ様。うわー、お昼ご飯できたですね。おお、うまそうなカレーだな。おかわりもあるからいっぱい食べてね。じゃあ手を合わせてください。せーの、いっただきまーす。いただきまーす。おいしいですね。かおるちゃん、お料理大成功です。へへへ、2人のおかげでおいしくできちゃった。やったー。はー、お腹ポンポンだー。カオルもいつもよりいっぱい食べちゃった。次の楽しいパーティーは何かな。次はちえちゃんのやりてえことをやる番でございます。ちえちゃんは何をやりてえですか？はい、ちえ、みんなとの記念にお揃いのものを作りたくって。いいですね。何を作るですか？お裁縫で何かって思ってたんだけど。ちえちゃんどうしたの？せっかくキャンプに来てるのにお部屋でお裁縫をするのはちょっと地味だったかな。大丈夫ですよ。このキャンプはみんながやりたいことをするキャンプでございますから。でもいいのかな。大人がダメって言ってもみんなはオッケーです。
ロデューサーのところに突撃だ。プロデューサーいた。頼む頼む。二人とも待って。お裁縫がやりてえです。いいですか？カオルもやりたいの。いい？知恵から説明しますね。知恵、キャンプの記念にみんなとお裁縫をしてお揃いのものを作りたいんです。でもお裁縫してるところを撮影しても地味かもって思って、それでカオルちゃんとニナちゃんがプロデューサーさんに聞きに行こうって言ってくれたんです。ニナはちえちゃんの一番やりてえことを一緒にしてえですよ。カオルも先生、ちえちゃんとお裁縫していいよね。わあ、本当ですか？ありがとうございます、プロデューサーさん。ちえちゃんはすごいですね。説明が上手でやがります。えへへ。でもちえ一人だったらプロデューサーさんに相談する勇気は出なかったかも。ニナちゃんとカオルちゃんのおかげだよ。ニナちゃん、カオルちゃん、ありがとう。どういたしまして。これで思いっきり裁縫パーティーできるね。裁縫パーティー楽しみだ。それでちえちゃん、裁縫チクチク何を縫って作るですか？それがまだ決めてないの。みんなが欲しいものを一緒に考えたくって。カオルは何もらっても嬉しいけどな。みんなまでございます。カオルちゃんやニナちゃんでも縫える簡単なものがいいですよね。そうですね。みんな裁縫とかあんまり得意じゃねえです。怪我したら怒られちまうですし。あ、カオルは作った後もみんなで使えるものがいいな。みんなで楽しく縫えてお揃いで持てるもの。そうだ、お揃いのハンカチなんてどうかな。ワッペンをペタッとつけて。かわいい。キャンプに来られなかったみんなの分も作っちゃおうよ。ハンカチも思い出もお揃いだ。みんなが喜んでくれたらチエも嬉しいな。大きな炎がゆらゆらとうっとりしますわね。いつまでも眺めていたいですわ。なんだかあったかくて幸せだね。そうですね。でもこのキャンプも明日には帰らなくちゃいけねえです。寂しいですよ。賑やかなひとときの後は特に寂しさを感じますわね。それまでが充実していたから余計に。楽しくて3日間なんて
キャンプファイヤーのパーティーももう終わっちまいますね。あれ、そういえばちえちゃんとかおるちゃんがまだ来てねえですね。呼びに行った方がいいですかね。じきに来ると思いますわ。それより2人が来るまでここでゆっくりとこのキャンプでの思い出でも語りましょう。そうだね。それでニナちゃんは何が楽しかった？いっぱいありすぎて一個に決められねえです。川遊びに手作りご飯でしょ、肝試しにパジャマパーティー、それから今キャンプファイヤー。面白いこといっぱいだったね。魚取りに夜更かし誰かと一緒にこんなに長く過ごすなんて。普段しないことにたくさん挑戦できて楽しかったですわ。ニナも楽しかったな。キャンプに行くまでみんなのやりたいことできるかなって思ってたですけど、全部できたですね。やりたいことをいっぱいみんなと一緒にできてすっごく楽しかった。そんなキャンプができたのもリーダーのニナさんが頑張ってくれたからですわ。へへ、テールでございます。みんなもそう思ってるよ。ほら。お待たせしました。ちえちゃんとかおるちゃん、待ってたですよ。何してたですか？今回リーダーとして頑張ってくれたニナちゃんにちえたちからお礼がしたくってプレゼントを用意したの。じゃーん、みんなからのプレゼント、ぬいぐるみだよ。プレゼント？動物のぬいぐるみ。これニナにくれるですか？もちろん。ちえさんに教えてもらいながらみんなでこっそり作っていたんですの。ももかちゃんね、指が絆創膏だらけなんだよ。かおるさん、ニナちゃんを驚かせたくってみんなでこっそり順番に作ったんだ。頑張っちゃった。へえ、全然気づかなかったですよ。すげえです。アライグマ、ハムスター、ウサギが2羽と、これはパピヨン、蝶々ですわ。えへへ、かわいいですね。誰がどれを作ったか丸分かりでございます。気に入ってもらえたかな？はい、とっても気に入ったですよ。宝物にするでございます。よかった。この子たちみんなに似てるですね。ちっちゃなみんながそばにいてくれてるみたいでございます。これでキャンプが終わっても寂しくねえですよ。ニナさん、それは違いましたよ。そのぬいぐるみたちがいなくたって私たちはそばにいます。そうだよ、いつだって一緒だよ。みんなだって私たちはお友達なんですから。みんなのおかげで最強
初めてのこともたくさんありましたけど、このメンバーと一緒だったから乗り切れましたわ。そうですね。今となっては難しかったことも驚いたことも全部いい思い出です。みんながくれたぬいぐるみは毎日なでなでしてるでございますよ。そんなに大切にしてもらえるなんてちえたちも嬉しいな。ニナちゃんがリーダーとして頑張ってくれたから思い出いっぱい作れたんだよね。ありがとう。ニナもすっごく楽しかったですよ。じゃあ最後はみんなで言おうよ。ニナちゃんお願い。わかったですよ。せーの、イエスキャンプパーティー大成功。次の私たちの活躍に期待していてくださいまし。それではまた会う日までごきげんよう。あ、みんなプロデューサーが来るですよ。こっちは準備できてるよ。いつでも OK。 そろそろですよ。お待ちしていましたわ、プロデューサー様。今回のお仕事のお礼に私たちからプロデューサーへとっておきのプレゼントを用意したんだよ。それはね、これだ。じゃじゃん。リトルマーチングバンドガールズのみんなでお揃いのハンカチです。みんなの分を作った時にプロデューサーの分も作ったですよ。プロデューサーのはネクタイワッペン付きなんだ。プロデューサーちゃまも私たちの仲間ですから、これをお持ちになって。受け取ってもらえますか、プロデューサーさん。やったー。プロデューサーへのサプライズも大成功だ。でもこれで本当に全部終わっちゃったんだね。残念だな。でも終わりは始まりって言うもん。きっとまた次のお仕事が待ってるよ。またこの5人で。そうだ、今度はリトルマーチングバンドガールズのみんなと一緒にお仕事できたらいいですね。そうしたらとても賑やかになりそうですわね。その時は今度こそ私がリーダーになろうかしら。もっとたくさんのメンバーがいたらきっとパーティータイムがもっと盛り上がっちゃうよね。私たちリトルマーチングバンドガールズのパーティータイムは終わりじゃないんだね。これから先もずっと続いていくんだよ。ならまたみんなでお仕事ができるようにまだまだ頑張るでございますよ。なら最後はバイバイじゃなくてやっぱり掛け声がいいですね。みなちゃんリーダー、最後の掛け声お願いします。いいですか？じゃあ行くですよ。これからも頑張る